はいどうもこんにちは。今日はイタリアブランドのノーランヘルメット紹介していきたいと思います。皆さんこのノーランヘルメットご存知でしょうか。有名な選手ではね、ケイシー・ストーナー選手とかダニ・ペトルッチ選手とか、あとアレックス・リンス選手なんかが使用してますよね。今日はノーランのレーシングフラッグシップモデル X ライトシリーズ802と803、この2つを紹介していきたいと思います。はい、まずはこちらの旧型802の方からですね。実はこっちの802のシリーズは結構たくさん種類がありまして、同じ形で素材とか内装が違うものが4種類ありますね。まずこういったカーボンモデルと、あとこちらのカーボンじゃないタイプのもの2種類ありますね。内装にカーボンファイバーを使用した緑のやつ、あと標準内装の赤い内装のやつがあって、合計4種類あるんですよね。今日ここにあるのは素材がカーボン素材で内装が標準仕様のタイプのものですよね。はい、まずは外観から見ていきましょうか。こちら、この無駄のない洗練された形とヨーロッパブランドならではのこのデザインがかっこいいですよね。 R6 にもよく似合ってるんじゃないかなと思います。また顎周りがね若干尖っているところなんかも同じイタリアメーカーの AGV に似てるんじゃないかなと思ってます。また脱着式のブレスガードも高さがあってかっこいいですよね。また後頭部にはこういう可変式のエアロフラップがついてまして、これを伸ばすことで高速域での安定感が得られるようになってますよね。高速走行時の空力も安定してまして、直進時や左右を向いた時も国産メーカーのフラッグシップ同等もしくはそれ以上の性能がありますね。しかし遮音性については国内メーカーに劣るかなという感じですね。ベンチレーションも非常に優秀でして、インテークはね口元に1箇所と額に1箇所、また頭頂部にもシーソー式のインテークが2箇所ですので、口元と額と頭部も合計4箇所からね風を取り込んで、またこちらの後頭部の可変式エアロフラップの下にエアアウトレットがありますんで、そこから熱気を排出するという形になってますよね。こっちの口元、ここにもね熱気を排出するエアアウトレットが左右についてますよね。内装を剥がしてみるとこんな感じ。緩衝材部分のエアルートかなり大きくえぐれてるのが分かりますよね。国内メーカーでもここまで大きくえぐれてるのはないと思います。実は私ヘルメットのベンチレーションに関してはねかなりこだわる方ですんで、この形状初めて見た時はね結構興奮しましたね。これ大丈夫なんかと、こんだけえぐれとったら頭の上に空間があるような状態やんけという風に思いまして、果たしてどんな風にベンチレーションが効くのかね、もう早く試したくてしょうがなかったですよね。実際ベンチレーションどんな感じかっていうとですね、この頭頂部あたりから風が入ってくるのもこの後頭部から出ていくのも両方ね制圧も風圧もしっかり感じるんで、非常にね快適なベンチレーション機能ですよね。例えて言うなら照英さんの制圧と新井さんの風圧を両方足したようなそんな感じ方ですね。また頭部ライナーがあれだけ大きくえぐれてますんで、冷却範囲も非常に広くてですね、どこか一箇所が特に熱いというような印象もないですよね。でなおかつですね、こちらの首元のこの後ろ、ここがですね結構浅く設計されてるんですよ。ですので後頭部から首にかけてもう単純にヘルメットが覆ってない分、結構この辺りも涼しく感じることができますよね。ただね唯一非常に残念なのがこっちの口元のベンチレーション、ここね効かないんですよ。ほぼね感じません。ここだけがね惜しいなという感じですよね。新作の803の方ではねこれだいぶ改善されてますんで。はい、次でこちらのシールドなんですけど、シールドの脱着もですね非常に簡単ですよね。こちらのボタンを押してもらってシールドを引き抜くことができるようになってます。反対側も同じように引き抜くだけですね。実際にはちょっとややコツがいるんですけどね。ですけどシールドの脱着自体はおそらくどのメーカーよりも簡単なんじゃないかなというふうに思ってます。またシールドのこっちの左側にはねこういったボタンを設けてまして、上のボタンがシールド微解機能、下のボタンがシールドロックっていう風になってます。こちらの上のボタンを押すことでシールドとボタンの間にやや隙間ができて、シールドの曇りなんかもね軽減することができるようになってますよね。で下のボタンの方はシールドをしっかり閉めた状態でこのボタンを押すとシールドが開かないロック機能になってますよね。以前の照英さんのヘルメットについていたこのプリセットレバー、これと全く同じ機能だと考えてもらえばいいと思いますね。でまたこの X ライトシリーズのですね内装がですね非常にいいんですよ。内装はね非常に目の細かい起毛素材のビロードのような肌触り、ずーっとサラサラが続くんですよね。ですので脱着による肌の擦れっていうのはね国内メーカーのものより非常に軽減されるようになってますよね。もしね内装素材が選べるんだったらね間違いなく私これ選びますね。一回店頭でねこのサラサラ具合をね感じてほしいですよね。
また内装の取り外しについてはね、この頭頂部とかチーク部分が外せるようになってます。チーク部分はカバーと内装のスポンジを分離することができるんで、お手入れも楽々ですよね。しかしね、なぜか顎紐だけがね外すことができないんですよね。時々顎紐が外せないメーカーさんってあるんですけどね、なんで外されへんのやねん。しかし顎紐のカバーはね外せなくなってますよね。新作の方では外せるようになってるんですけどね。はい、ということでね、この802の性能をまとめると、まずかっこいい、ね、空力も優秀で、ベンチレーションもね非常にバッチリいいですよね。でシールドがワンタッチシールドですよと。で内装の方ももうこれサラッサラです。で欠点を言うのならね、遮音性が低いのと、この頭を突っ込んだ時にこの上下方向に少し浅いんで口元が若干出てしまうかなというのと、また口元がね近いんですよね。この部分はねややちょっと息苦しいかなというのがありますよね。まあとはいえね、僕はこれめちゃくちゃ気に入ってるんですよね。もうめっちゃかっこいいって。どうですかこのデザインもね、この周辺のカーボン素材が、俺もうカーボンかぶってんぞっていうのがねもう全力で出てますよね。もう旗から見ても誰がどう見てももうもろカーボンですよ。まあ一言でまとめるならね、かっこいい。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、続いては進化版の X ライトの803の方ですよね。この803はですね、通常モデルのウルトラカーボンモデルっていうのと、あと大型スポイラーがついた 803RS っていうモデルの2種類あるんですよね。で今回紹介するのが通常のウルトラカーボンモデルなんですけれども、すいません、これね手元にあるのは実はカーボンモデル違うんですよ。これ海外製のカーボンじゃないモデルなんですけどね、買うやつ間違えちゃった。はい、まず外観から見ていきましょうか。外観はですね、X803 になってからですね、やや前後方向に長くなりましたよね。一番大きく変わったなと思うのがこちらのリアスポイラーの形状ですよね。この上方向だけじゃなくてこの横にも羽がついてるの分かりますかね。また上部の可動式フラップはそのままなんですけれども、やや形が変わってますよね。また顎周りがですね、前方向と下方向にやや伸びまして、口元の空間が広くなって息苦しさが解消されてますよね。そしてサイドエアアウトレット、こちらも大型化して前作のような安っぽさみたいなものはなくなってますよね。またその他シールドは前作と共通なんですけれども、視界が横方向に広くなってます。また空力的にはですね、前後方向に長くなったことで直進安定性は非常に向上したんですけれども、やっぱり左右を向いた時の抵抗っていうのはね強くなってるかなというような印象ですよね。あと走行時の風切り音もですね少しね大きくなっちゃいましたよね。その点はちょっと残念ですよね。またベンチレーションの箇所は変わらず、こちらの口元、あと額とあと頭頂部のエアインテークの2箇所とで合計の4箇所ですよね。またエアアウトレットについてもこちらの大きなリアスポイラー、可変式のリアスポイラーの下にエアアウトレットがついてます。口元の左右にもエアアウトレットがついている。内装を取ってみるとこんな感じ。ライナーの形状はですね、前作と比べると少し控えめになってますよね。前作がね全体的に大きくえぐれているイメージだったのに対して、今作は縦長の溝が深めに入ってるなという感じで、翔英さんのライナー形状に近くなりましたよね。またすごいのがですね、センターパッドの大部分がメッシュ化されてまして、頭全体のですね通気性はさらに向上してますよね。しかしね、ベンチレーションの体感の具合で言うと、空気の流れ自体がですねちょっと散漫になったせいかですね、体感自体はしにくくなってるのかなという感じがしますね。またこちらの前作ではいまいちだった口元のベンチレーション、これはねもう断然効くようになってますね。もうほんと大違い。そしてシールドですね、ワンタッチ脱着機構も前作のままそのまま踏襲してますよね。シールドロック機能と理解機能も健在です。また前作からのシールドがそのまま使えますので、その点も嬉しいですよね。そして内装ですよね。内装はですね、先ほど見てもらったみたいにセンターパッドがですねかなりメッシュになってまして、通気性がね非常に向上してます。ただメッシュ部分が多くなったことで頭部のホールド感自体はですね、接触部分がやっぱり減るんで少しね弱くなったかなという感じはするんですけども、実はねチークパッドがですね非常に立体的に変わってまして、この中のスポンジを見てもらうと一目瞭然なんですけど、見えますかね。こちらちょっとチークの真ん中部分が
へこんでるの分かりますかね。こういった形状することでですね、やや顎下から包み込むような形になってるんですよね。ですので全体的なホールド感はね、むしろ頬周りは上がってる感じなんですよね。またチークパッドはね、こういうエマージェンシーリリースタブ、こういうのを備えてますんで、もしもの時にヘルメットを脱がしやすくなってますよね。また内装素材はですね、活性炭フィラメントパッドというのが採用されてますよね。この素材はですね、汗の蒸発を促進させて温度を一定に保つことができて、なおかつ帯電防止、細菌増殖の防止にも効果があるみたいですよね。 X802 の方ではこの緑の内装の方とこっちの赤い内装の方2種類あったんですけれども、この803の方からはもうこの緑の方に統一されてるみたいですよね。はい、ということで X ライト803の方をまとめますと、まずかっこいい、前後方向に長くなったので直進安定性が向上、口元のベンチレーションも強くなっていると。で、内装素材もグレードアップで、唯一欠点を挙げるなら X802 より風切り音がねうるさくなっちゃったんですよね。特にここの上のベンチレーションを開けていると風切り音がするようになってしまいましたよね。まあ一言でまとめるならね、かっこ。この番組はご覧のスポンサーのはい、価格の方はこちら。デイトラさんが販売する国内正規品の価格は 64,500 円から84,500円になってますね。カラーリングも非常にたくさんありますんで、気になる方はデイトラさんのホームページ見てみてください。ちなみに802の方はですね、廃盤モデルですんで新品はもうあまりないと思うんですけども、一部ヤフオクなんかでもね出てますよね。ただ国内正規品とそうじゃないものがありますんでね、その点は注意してみてください。はい、ということで今日はね、イタリアのノーランのフラッグシップモデル X ライト802と803のこの2つを紹介してまいりました。国内メーカーと比較してもね、結構いろいろ違う機能とかがたくさんあったんじゃないのかなというふうに思います。また性能的にもね、国産と比較しても全然引けを取らない、性能ですんで、店頭で試着してみて違和感がなかったらですね、検討してみてもいいんじゃないかなというふうに思ってます。またツーリング先でもね、あんまり人と被らないっていう点でもおすすめですよね。ただ全体的にですね、静粛性自体はねちょっと弱いので、静粛性を重視する人は国内メーカーの方がいいかもしれないですね。またノーランの製品はですね、海外サイトでも購入することができますけれども、内装の形が違ったりとかですね、また国内規格に通ってなかったりするんで、その点はねご注意ください。はい、ということで今日はイタリアブランドのノーランから、X ライト802と803の紹介でした。またこの動画を見てね、ちょっとでもノーランいいかもと思った人はね、メット部にぜひ入部していってください。また次回適当にヘルメット動画あげますんでよろしくお願いします。それでは。